アルビニスム子供の時には周りの判断とかリアクションどうだったんですか？すっごい可愛いって言われたんだけど、親がみんなと一緒の方がいいからって言って染めてる。しっかり話してくれるので YouTuber になれますよ。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's your flashy fashion reporter, Kathy Cat. And today we're gonna go and ask, is it true that if you are individual in Japan, if you are unique, you get bashed by society? Let's ask people who are very individual at the Triple Fortune photo shoot event and find out. というわけで今日は撮影会なんですので、みんなすごいユニークなファッションで来てくれてるんですけど、最初の質問聞きたいのは、逆に日本の社会ではユニークだと、撃たれるとか困らせるとかのイメージがあるじゃないですか。なので、例えばこういう時にも困ったことあるんだけど、こうやって乗り越えましたとかそういうストーリーあれば、ぜひ教えていただきたいです。自分が社会からグループ集団から外れるときに、困ったことありました？グループ集団から外れるっていうと、私普段からこの格好なんですね。この間まで会社員なんですよ。会社員さすがにこれはつけては会社には行かないんですけど、ほぼほぼこれにジャケットを着て会社に行っていたので、そこはちょっと人とは違うんですけど、それも納得していただいてる。私、キャサリンと申しますが、キャサリンなので。キャサリンとカティキャットなんで。なので、キャサリンだからいいよねっていうふうに言わせてる感じにしています。で、私、アルビニズムって言って日本人なんですけど、色素がないので、ちょっと一瞬外国の人に見えるから、そこも私のちょっとマイノリティ性があるんですけど、なんだろう、もうね、吹っ切っちゃったら全然、あんまり関係なくなっちゃったなっていう感じです。子供切ってもいいですか？そのアルビニズム、すみません。アルビニズム子供の時には周りの判断とかリアクションどうだったんですか？もうね、ちっちゃい赤ちゃんの時は本当に天使みたいだから、超可愛いから、すっごい可愛いって言われたんだけど、大人になるにつれて、小学校とか入るにつれて髪の毛に染められて目立たないように、同じこと、普通の子と同じように髪の毛を染められてた。じゃあ、みんなと同じしないといけないから染めてたんですね、黒に。でも、地毛は黒じゃないのに？地毛は黒じゃないのに、地毛はこの色、この子と同じ色です。学校から言われて染めたんですか？それとも自分でみんなと一緒がいいって？そう、親が。私はその時は染めるの嫌だったけど、親がみんなと一緒の方がいいからって言って染めてた。で、みんな染めることはいつやめられましたか？23の時かな。23歳の時に私お芝居をしてるんですけど、お芝居するのにあたって、一旦自分の本当の姿を見てみたかったの。なので、一旦茶色のところからどんどん色を抜いていって、最終的には自分の髪に戻した。戻してどの気持ちですか？私はここから見てるから、あんまり自分の髪の毛が人と違うっていう自覚がないの。で、初めて見たときは、客観的に人のこと見ると、おーって思うし、わー綺麗って思うし、って思いますが、自分のことはね、あんまり実はよくわかってないかな。でも今ちょっとびっくりしたのは、やっぱりみんなと一緒がいいってその考え方はでもお父さんとお母さんにはあったんだけど、自分は別になかったんですね。そう、なかったかな。でもね、やっぱりそこは日本ならでは。しかも私は田舎の人なので、日本の田舎だとやっぱりみんなと同じ。ね、制服もみんなと同じだしね、髪型もみんなと同じがいいってされてるじゃない。だからずっと疑問もあんまり持たなかった。じゃあみんなと一緒がいいから脱出した時に、自分は何してたんですか？何してた？でもロリータもやっぱり人とはちょっと違うじゃない？みんなと同じね、普通のファストファッションではなくて、これを始めた時は満たされた。わーって思ったし、これが私の姿だなって思った。本当の。嬉しいですね。嬉しいし、やっぱりこういうお洋服ってなんか気持ちが上がるでしょ。それと一緒。だから、本当の姿であることって自分にとってはすごく
気持ちが上がることだなって思う。こういうロリータファッション着て、なんか苦労したことと良かったことは何ですか？そうですね。なかなか自分に似合うコーデが何かわからないっていう悩みと、あとはロリータを通じて新たな世界が広がったかなって、自分の可能性を引き出してくれたのがこのロリータだなっていうのはすごい思います。なのでなかなかこうロリータさんに挑戦するまでは私も勇気がなくて、ただ人生一度きりなので、なんかゲームの中で聞いて今でも覚える一言とかなんかありますか？自分に勇気をつけてくれた言葉とかなんかありますか？やられるよりやる。おー急に強い言い方が出ました。おお、それは自分の人生に役立ちました？そうですね、本当に。だからなんだろう、やってみないとわからないってことはすごくあって、どうしても手が届かない、自分には例えば似合わないんじゃないかとか、自分にはダメなんじゃないかっていうふうにすごい思ったんですけど、やっぱりそういうなんかやってみないとわからない、だったらもう自分でやってみようみたいな、そうですね。だからもうやられる前に自分でやる。オッケー、いいですね。それでいこう。その日本はグループ集団が多いんですけど、グループから外れる人はちょっと困らせたりとかそういうのはたまに聞くんですけど、実際はどんな感じなんですか？なんかもう完全に外れてるからどうしよう。どうなんだろう。学校ではそういうなんかこうグループができちゃって、そこからちょっと変わったね趣味があったりとか、変わった服装とかで外れちゃう子っていうのは多分いたとは思いますけど、意外と、バビとカイエに関して言うと、外れるっていうよりは、そういう個性的な人が逆に集まってたから、なんだろうね、結局集団にはなってたような気がするけど、でも、似たようななんか考え方とか似たようなそのお洋服の人たちって集まりがちっていうのは日本ではあるとは思います。ってことは、じゃあそのメインのグループから外れたら自分のグループを見つければいい。そう。作っちゃえばいいじゃんね。もうなんかそういうなんかこう普通を好む人たち。だから普通とか目立たないとかみんなと一緒にいるっていうのがいいと思ってる価値観の人とは全く合わないから、自分から自ら外れる。自ら仲間外しとか言ってたよね。仲間外れじゃなくて。仲間外れじゃなくて仲間を外してて、我々とその価値観が同じ人であればまた集まってくるんで、その一瞬のぼっちは寂しくない。ってことはあなたは変わってても自分の心分かる人が見つける。必ず現れる。絶対います。絶対いる。待ってる。In a society that values uniformity as much as Japan does, standing out from the crowd can be difficult. It can get you into a lot of trouble, but hopefully Japan is learning to change right now. And as you can see, there are a lot of people who are very comfortable with who they are. But you might have different experiences. Let us know in the comments down below. We were here at the Triple Fortune photo shoot event, and the wonderful thing is there are a couple of rooms. Each room is themed differently. You can take photos with your own phone. You can take photos made by a professional photographer, and everyone is having a lot of fun. So if you have some time, there's also a link down below to find out more. I'll catch you soon on Ash Japanese.